では、黒松の古葉取りやっていきたいと思います。これは若木バージョンの黒松の目切りの作業に出てきた動画に出てきた黒松です。7月に目切りをして、今日は12月の9日です。で、目切りスタートは日向に置いて、で9月とか10月に肥料やって2番目が伸びてきて、でしっかり葉が揃ったっていう感じです。松に使ってる肥料は油かすでもバイオゴールドでも何でもいいんですけど、あとこういう IB の力とか、化成肥料でも全然大丈夫です。これがこれです。はい。で、もう12月ですから、もう休眠期に入ってきますので、肥料は置いてなくてもいいので、取り除きます。もちろん置きっぱなしでそのまま冬を越してても大丈夫ですけど、一応冬支度としてこの雑草を抜いたり肥料を外したりっていう作業をした方がいいですね。はい、雑草を取って、では古葉取りですね。7月の段階ではここから新芽が伸びてて、ここで切りました。でこれが、7月の時に5対に残した葉っぱの一部です。無事にこの切った後から2つ芽が出てきて、二股分かれの枝ができました。わかりますかね。ここで切って新しく2番目が吹いた。これが新しい葉っぱで、少し隙間を空けて下側にある葉っぱ、これが古葉です。目切りの目的としては2番目の葉を短くするっていうのもありますけど、あと枝数を増やすこともできますので、黒松元気があれば7月の目切りはやった方がいいですね。で、今日は古葉取りですので、この古葉残った葉っぱを取ります。新しい葉っぱをわしっと掴んで下に向けて、これが古葉ですね。これ古葉取ります。あと茶色くなった葉っぱも取ります。ほい。で今新芽の葉っぱ結構多い状態です。全体的に比べてここの葉っぱ多分多いんで、下の方から新しい新芽の葉を減らして他と同じぐらいの量にして、力を均一化に平均化してあげます。ここは見切りの動画の時にも映ってたんですけど、ここにちっちゃい芽が吹いてたんです。それを残してたらこれぐらい育った芽です。4月からここの芽からまた新芽が伸びてくるってことですね。でここをなぜ残したかというと、ここの枝が間延びしてれば、枝が間延びしたなと思ったらここで切り戻せばいいわけで、こうやって途中から新芽が吹いてくれると枝を切り戻せるので、こういう芽が途中から吹くのは案外大事です。じゃあここは葉が長いので切るだけにしておきます。で芽が吹いたって話してましたけど、これも枝の途中というか枝の付け根から吹いた芽ですが、これらの芽は下に向いて伸びてるし、幹側に向かって伸びた逆さ枝というか、こっち側に今後芽が残ってて枝が伸びていってしまったら明らかに邪魔になる枝になってしまうので、これはもういらない場所の芽ということで切ります。下向きとか逆さ枝は切る。ここの枝元の芽も前回の芽切りの動画の時残してた芽ですね。これも同じ理由で、ここが間延びしてればここまで切り戻せますので、この芽大事だと思います。残しておきましょう。こっち側はなくてもいいかもしれないけど、とりあえず残しておきましょうか。これも葉が長いので短く切っておきます。はい、じゃあ次こっちはここで芽切りをして新しい芽が2つ出た。二股分かれの枝になりましたね。でこの黄色い
茶色い葉っぱとか、ここ少し隙間を開けて下側にある色あせたような葉っぱが古葉。これも新芽から少し隙間を開けて下側にある葉っぱ、枝元側にある葉っぱは古葉なので元で切ります。これも古葉切る。でここも新芽の葉っぱが少し多いので減らしておきましょう。枝も下側から、芽の下側の方から少し葉を減らします。じゃあ次これいきましょうか。これは、ここで新芽を目切りして、こことこっちに2番目が出ました。これは上下に出ちゃったなというような、向きが悪いのが悪い出方になっちゃったなって感じです。どうしましょうかね。とりあえず古葉を切りまして、古葉を切りまして、今後の角度を考えた時に、これが上向きの芽ですね。これは枝からこう横に出てる枝なので、これは角度がいいんですけど、これが残ってた枝がボーンと上に伸びちゃう。これの角度が悪いので、こっちだけ切りましょうか。はい。ここからの枝は一芽だけ残したってことですね。はい、次はここは確か目切りをしないでここの芽を残しただけなんじゃなかったでしたかね。でこの芽の元に新しい芽が吹いている状態です。ここに枝の付け根に新しい芽が吹いちゃったってことですね。これはなんかいらなそうなのでこれ切ります。で枝元についてる古い葉っぱを取っておきます。はい、じゃあ続いてここの枝いきましょうか。これ黄色いのは古葉ですね。これは枝の途中から芽が吹いたのかな。いらなそう。ここか。ここで芽を切ったんですけど、こっちから芽が伸びて2番芽が伸びて、その付け根に1個で、こっち側にも1個芽が近くに2個ある状態です。これもどうしましょうかね。一応古葉をとりあえず切って、ここら辺頭になる頭として使いそうな枝なので、枝数多い方が形は形成できるので、ちょっと保留します。じゃあ次ここは2番目の先がこれで、この枝元、これが古葉ですね。これとこれ、これとこれ。じゃあ古葉を切って、これも古葉なので切ります。この芽の元にも葉っぱが少し多いので、2番目の葉が多いので、枝元側少し葉っぱを減らしておきます。葉が多いところほどその芽の勢いというか力は強くなります。全体の葉の量を平均化して、葉の多いところの力を葉を減らすことで抑えてあげて、力を抑えて、もっと下の枝とか横の枝に力がいくように促してあげる。それをやっておかないと下の枝がどんどん弱くなって枯れてきたりとかしますので、力の平均化をするっていうのは大事です。であとごっちゃになりやすいんですけど、2番目の葉を減らす作業は4月に行います。新芽が新しく伸びてきた時にまた今ある葉っぱを
5対まで減らします。5枚までですね。減らして新芽の伸びを促してあげる。冬の間はあんまりこの葉を減らしすぎない方が良いです。冬の間に葉を減らして葉透かしするっていうのが昔からの、やり方で載ってますけど、あまり減らしすぎると今度は力が落ちすぎちゃうので、そこそこ葉は残ってた方がいいかと思います。ここは芽が1箇所から2つありますね。この束とこの束と2個あるのでちょっとごちゃついてますから、ちっちゃい方の芽切りましょうかね。はい、わかるかな。はい。さっき保留にしたここの芽ですね。ここも、芽のここに大きい芽があって、その枝元からもう一個新しい芽が吹いて、近いところで2個芽が吹いちゃってるんですけど、この枝頭になる枝で今後枝数増えた方がいいので残しておきます。今の段階では。今後いらなくなったら切るかもしれませんけど、こっちで伸びてもう一歩こっちで伸びた方が頭形成しやすいので残しておきましょう。じゃあ、葉がこれでフル葉取りは終わったんですけれども、葉が長いなと思ったらさらに葉を短く切ります。バシッと掴んでバシッと切る。バシッと切る。で切った切り口はどうしても切り口茶色くなって筋が入っちゃいますけど、しょうがないというか、それよりも葉が短くなってた方が針金もかけやすいし見た目もすっきりするので私は切ってます。ただ展示会に出す方とかあまりこの葉っぱの先が茶色かったらかっこ悪いので切ることはしない方がベストですね。そのために芽切りの時期とか肥料をやるタイミングとかをみんなこだわってるわけですね。はい、じゃこれでフル葉取り作業終わりました。あと針金かけようかなと思います。これ向こう向いてますもんね。こっち側持ってきてこれ下げた方がいいですかね。じゃあこの枝2本にかける針金をこっちか、あれこっちか、ちょっとイレギュラーな巻き方しますが、1本の針金で小枝2つにかけると。これ分かります？幹にここ引っ掛けて枝に来てそれぞれの枝にかけると。ここスタートだとちょっと弱くなりそうなのでここスタートにしました。で小枝の枝元左手で枝の下から押さえて針金と枝を押さえながら右手で針金を回していきます。左手の親指で葉っぱとかをかき分け先導しながら葉っぱの元近くまでかける。でギリギリで切ります。枝元の新芽とかを巻き込まないように口でここだな、こっちかけてからこうですかね。で針金がこう巻いてるからこっち側にねじるように曲がる。巻いてる方向にねじるように曲げる。枝元は下げる、枝先は上げる。動きましたね。特にこの枝が動きました。この枝もかけましょうかね。アルミ線の 1.5 ミリ使ってます。じゃあこれとこれかこれかけますね。枝元を起点にして
左手で、元を押さえて一巻き回してから葉っぱ近くの元まで回して下を支えてから針金を切ります。これも枝元まで回して葉元までですね、葉っぱの近くまで針金をかける。で下げて枝先上げる。じゃあこれとこれ硬いとこに一周巻いてからそれぞれにかける。枝元葉元までかけて切る。枝元下げて枝先上げる。ちょっとは変わったですかね。いいんじゃないでしょうか。こっち正面はやっぱちょっと間抜けに見えるかな。まあどっちもどっちな木ですけど、とりあえずまだこっちが前でいいのではないかと思います。で今後は4月からここの葉の中の新芽が動き出してビヨーンと伸びてきます。で4月にその新芽の伸びに合わせて今ある葉っぱを5対に減らします。全部の葉っぱですね。で新芽の伸びを促してあげてまた7月に切ると。で4月にその葉を5対に減らしておけば7月の芽切りの時に葉を5対に減らすっていう作業がなくなるので楽になります。7月は伸びた芽を切るだけで古葉の処理はいらなくなるってことですね。はい。で4月から肥料をたっぷりあげると。でこの針金、今日かけた針金は、今度芽切りの7月の頃に外すのがいいと思います。4月から新芽が伸びるに合わせてこういう枝元太りますので、そしたら食い込んでくると思いますから、7月芽切りするタイミングで作業した時に針金も外して OK です。はい、あとは日当たりのいいところで過ごして、冬の間は寒さに当たって日の当たるところにあると葉っぱの色が茶色くなります。霜焼けって言われたりしますけど、寒い時にはそうなりますから、それでびっくりしなくて大丈夫です。自然の色ですね。冬の間葉が茶色い方が自然の色です。でそれ暖かくなるとまた4月頃になると茶色い葉は同じ緑色に変わってきますので大丈夫です。冬の間葉を茶色にしたくない方、飾ったりして綺麗に維持したい方は冬は日陰に置いておくと葉が茶色くならなく緑のままで冬を越せます。展示会に飾る木とかはそうしてますね。はい、ではこれは作業は終わりで、